今回はマフラーの編み方を紹介します。このマフラーは中長編みで編んだマフラーです。2本どりでふんわりと編みました。模様は表も裏も同じ模様になります。引き上げ編みと中長編み、鎖編みで編みますので、初心者さんでも編みやすい模様だと思います。編み方を説明します。今回は2種類の毛糸で編んでいきます。色違いの2種類を合わせてみました。かぎ針は10号の6ミリのかぎ針を使います。この模様は鎖編み2目で1模様ですので、偶数の作り目を作ってください。今回は20目の鎖編みで編み方を説明します。鎖編みをここから20目編んでください。作り目の鎖編みを20目編みました。今回は中長編みを編んでいきますので、立ち上がりの鎖編みを2目編みます。中長編みの立ち上がりの鎖編み2目を編んで、鎖編みを編んだところから1、2、3個目の裏山に引き上げ編みを編みます。針を裏山に入れて糸をかけて引き上げます。鎖編み2目分の長さに長く引き上げてください。次は中長編みを編みます。今編んだ鎖編み、次の鎖編みの裏山に中長編みを編みます。中長編みは針に糸をかけて、次の鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き出します。長さを揃えてください。長めに糸を引き出して、次は針にかかっているすべての糸を一度に引き抜きます。中長編みの分だけではなく、針にかかっている目をすべて一度に引き抜きます。目をしっかり押さえて、かぎ針を上に持ち上げながら、すべての糸を引き抜きます。これで一つの模様です。鎖編み一目を編みます。次は隣の鎖編みに針を入れて糸をかけて引き上げます。この引き上げる編み目記号は矢印の編み目記号が引き上げる編み目記号になります。そして次の鎖編みのところに中長編みを編みます。中長編みは針に糸をかけて次の鎖編みに針を入れて糸をかけて引き出します。長めに糸を揃えてください。針に糸をかけて、すべての糸を引き抜いて、鎖編み一目を編みます。これで2個の模様ができました。この模様を編んでいきます。今、2個の模様を編みました。それがここになります。ここが今2個の模様を編んだところです。これを続けて編むと、このようにふんわりと互い違いになる面白い模様になります。次はこのまま続けて編みます。鎖編みを編んだところから、次の鎖編みの裏山に針を入れて、糸をかけて引き出します。長めに糸を引き出してから、次は中長編みです。中長編みは針に糸をかけてから、次の鎖編みの裏山に針を入れて、糸をかけて、同じように長めに糸を引き出して揃えます。針に糸をかけてすべての糸を引き抜いて鎖編み1目を編みます。これで3個の模様です。続けて次の鎖編みのところに針を入れて糸をかけて引き上げて、次は中長編みですから針に糸をかけてから次の
鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き出して、糸を揃えて、すべての糸を引き抜いて鎖編み一目です。この編み方をここまで編んでいきます。1段目の最後のところです。あと少しです。鎖編みを編んだところから、次の鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて長編みに引き出し、次は中長編みですから、針に糸をかけてから、次の鎖編みの裏山に針を入れて糸をかけて引き出します。長編みに引き出して糸を揃えてから、すべての糸を一度に引き抜いて鎖編み一目です。次も、隣の鎖編みの裏山に針を入れて、糸をかけて引き出します。次は中長編みですから、針に糸をかけて、最後の鎖編みのところに針を入れ、糸をかけて長めに引き出して、糸をかけてすべての糸を引き抜きます。ここまでが1段目の編み方です。次は2段目です。2段目は1段目で引き抜いた状態で終わっています。今までは鎖編み一目を次に編んできましたが、最後は鎖編みを編まずに全てを引き抜いたこの状態で1段目が終わっています。2段目はここから鎖編み2目を編みます。鎖編み2目を編んで、次は中長編みを編んだ模様の頭のところにこの模様を編んでいきます。ここが頭の位置になります。この位置です。鎖編み2目を編んだら編み地を裏返します。次に編むのはここです。1段目の模様を最後に引き抜いた目です。ここに針を入れます。鎖編みを編んだ次の目です。次の目に針を入れて糸をかけて引き出します。次は中長編みの形で針に糸をかけて同じところに針を入れ糸をかけて引き出します。糸を揃えてから針に糸をかけてすべての糸を引き抜いて鎖編み一目です。これが2段目以降の編み方です。鎖編み一目を編んだら今と同じ模様を次のところに編みますが、編む位置は今ここで模様を編みました。鎖編み一目を編んでいるこの鎖編み一目を飛ばしたその次のところがすべての模様をまとめたこの目になります。そして鎖編み一目を編んでいます。次も鎖編み一目を飛ばして次のこの三角の状態になったところに針を入れて模様を編みます。この鎖編み一目のところではなく、2個目の三角の中心のところに模様を編んでいきます。針に糸をかけて中長編みを編むのではなく、最初は2個目の鎖編みのところに針を入れ、糸をかけて引き出してから、中長編みを編みます。その時、すべての糸を一度に引き抜いて鎖編み一目です。この2段目の模様は3段目、4段目以降も同じ編み方をします。次も2個目のこの位置に針を入れて引き出して、次は中長編みの形を編みます。すべての糸を一度に引き抜いて鎖編み一目です。このように凹凸のあるポコポコとした模様ができます。これを繰り返していきます。
2個目のこの三角になっているところに針を入れ、糸をかけて1回引き出します。この引き出すのは矢印の網目記号です。そして次に同じところに中長編みを編みます。最後はすべてを引き抜いて鎖編み1目です。これを繰り返します。2個目に引き出してから中長編みを編み、その時すべての糸を引き抜いて鎖編み1目。2個目のところに引き出してから中長編みを編み、すべてを引き抜いて鎖編み1目です。このような模様になってとても可愛いポコポコとした模様になります。編み方はずっと同じ編み方を繰り返します。2個目に引き出してから中長編みを編み、その時にすべての糸も一度に引き抜いて鎖編み1目です。2個目に引き出して中長編み、鎖編み1目を編みます。これを繰り返していきます。引き出してから中長編みを編み、糸を揃えると綺麗な形になりますから、糸を揃えてからすべてを引き抜いて鎖編み1目です。そしてここが最後のところです。最後もどこだかわかりにくくなりますが、鎖編み2目を編んだところです。鎖編み2目を編んだところに引き抜きます。ここが鎖編み2目を編んだ部分です。最後だけは、この三角のような位置ではなく、2個目の鎖編みのある、この空いているスペースのところに針を入れて、糸をかけて引き出し、糸をかけて中長編みを編みます。その時すべてを一度に引き抜きます。そしてこの引き抜いた状態で2段目が終わります。次は3段目です。3段目は2段目と同じ編み方です。鎖編み2目を編んでから編み地を裏返します。次は鎖編みを編んだその次にあるこの三角になったようなところに針を入れて糸をかけて長めに引き出し、糸をかけてからまた糸を引き出してここに中長編みを編みますが、すべての糸を一度に引き抜いて鎖編み1目です。2段目の最初と同じ編み方です。次も2個目の位置に針を入れて1回引き上げてから中長編みを編み、その時すべてを一度に引き抜いて鎖編み1目です。互い違いに模様ができて、どちらもふっくらと可愛い模様になってきます。次も2個目に糸を引き上げてから中長編みを編み、その時すべてを一度に引き抜いて鎖編み。次も2個目に引き上げて中長編みを編み、鎖編み1目を編みます。この編み方を続けてお好きな長さまで編んでください。2段目以降は同じ編み方で編みますが、ふっくらと可愛い編み地になります。そして2本の糸で編むことで少し模様も違って見えますので、よかったら2本の糸で編んでみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。